さてこの日ですね、埼玉県の大宮でちょっと仕事がありましてですね、で割と早めに昼2時ぐらいだったかなに終わったので、ちょっとラーメンでも食って帰ろうということで、この大宮の駅前のビルの地下中に車を止めて、で今地上に上がってきたところです。どこやったっけな。ただこの大宮駅前僕全然知らないんで、どこや。劇場があるんですよ。大宮に劇場があって、でも劇場がある方とは逆側の出口のところでですね、全くわからないんで、ちょっと場所今現在地を確認しながら、ラーメン屋さんのね場所なんかも確認しながら、これですね、近くに検索したらですね、煮干しラーメン専門店の煮干し丸っていうすごい美味しそうなラーメン屋さんがあったんで、そこへ今から向かおうということでございます。恋のバナナな。これ大宮の駅のどっち口になるんやったっけな、ちょっとわかんない。そごうね、そごうとかがある方ですね。そこで本当に徒歩もう3分4分ぐらいのところなんですよね。こんなとこ歩いたん初めてなんですが、吉本のね、大宮のラクーンっていうなんかビルの中に入っている劇場はこれの逆側でございます。大宮の駅、これね、どっち口に出るかで雰囲気全然違うんですよね。はい、スターバックスなんかもありますね。劇場のある方の出口のところはもっとね、なんか結構ワイワイしてるんですけれども、こっちはね、なんかこうビジネスマンの方とかが多い感じだったのかな。でとことこ歩いてると本当にもうすぐ近所ですね。いいですね、知らない街をこう歩くっていうのもね、新鮮な感じがして非常に楽しいものでございます。これやこれや。さあそろそろ近づいてまいりましたね。はい、看板見えてきました。看板見えてきました。こちら煮干し中華そば専門煮干し丸というね、もう煮干しっていうラーメンですね。でこれ入るビル間違えております。よくありますね、ビルとビルの間あたりに看板が出てて、これどっちのビルだみたいなね。今こうやって動画見てるとね、いやこっちじゃない、絶対こっちじゃないやろっていう感じはするんです。わかるんですよ。こんな感じのビルの中にラーメン屋さんなかなか入ってないですからね。なんですけども、現場ではね、なんか分からなくなりましたね。絶対違いますよね。この感じのビルじゃないもんね。横のビルです。はい、この看板あって、こっちですね。こっちのビルです。もう絶対こっちです、どう考えても。さあ雑居ビルのこれ2階部分ですかね。階段でテクテク上がっていきますけれども、お店の入り口の前に券売機があって、そこで買います。せっかくなんでね、これやっぱ濃厚煮干しそば、濃厚の方でいきましょう。さあ着丼、これですよ。着丼までが早かったですね。美しいですよね。もう煮干しのもう本当に濃厚な、もう煮干しっていうスープでございます。美味しいですね。本当に煮干しラーメン好きにはたまらない、煮干しの味をもう本当に心ゆくまで堪能できるという美味しいラーメンです。そしてこの麺、このぐらいのね太さの麺がもう一番好きです。ありがたいです。で海苔はですね、ああいう一枚海苔じゃなくて、海苔というか青さなのかな、もうほぐしてある感じのやつですね。でネギと、あとみじん切りの粗みじん切りの玉ねぎ、今横にねお客さんが来はったのでちょっと移動させますけれどもね、粗みじん切りの玉ねぎ、これしっかり水でさらしてあると思いますんで、玉ねぎのきつい感じはしません。でおネギと美味しいですね。そして、これねちょっといつ10月の最初ぐらいやったかな。その頃またちょっとね暑かったんでね、私下タンクトップですね。
ね、もう二の腕のむっちりムチムチですね、二の腕がね。これはちょっとそろそろ鍛えないと。私そろそろ鍛えます。この動画を見ながらちょっと二の腕のむちりが半端じゃないなということで、私そろそろ鍛えます。はい。そしてラーメンが美味しいです。チャーシューもねちょうどいいですよね。薄すぎず分厚すぎずのちょうどいいチャーシューですね。で具もシンプルで、やっぱ何よりやっぱこのラーメンは煮干しの味を味わってもらうラーメンなんだっていう、このなんていうんですかね、ラーメン屋さんの考えがすごくこう伝わってくるようなラーメンですね。煮干し好き集まれっていう感じのラーメンです。でこれすごい濃厚な煮干しの味なんですけれども、濃すぎず非常に食べやすい。煮干しの臭みとかこう雑味的なものは全て取っ払って、煮干しの美味しいところだけをいただけるようになっているラーメンですね。汗かいてますね。本当にラーメンもいろんなラーメンありますよね。鶏白湯だの、豚骨醤油、塩、煮干し。これもね、いろんな普通の例えば豚骨醤油とかなんかその他の魚介系のラーメンなんかでも煮干しとかは使われてるとこありますけども、これは本当にもう煮干し推しですよね。煮干し好きにはの聖地と言っても過言ではないんではないでしょうか。でお店はねカウンターだけでこれぞ美味しいラーメン屋さんって感じのね、もう一杯にこだわっておりますっていう感じのラーメン屋さんでございます。皆さん無言でね黙々と、だいたいお一人の方が多かったですね。無言で食べてらっしゃいました。もうスープの色から煮干しが出てますよね。いやこれちょっと二の腕がやばいな。正直自分ではこんな感じで映ってると思ってないですよ。二の腕もなんか赤ちゃんみたいなムチムチ感してるやん。赤ちゃんってすごいいい風に言いましたけどもね、二の腕のムチりが半端じゃないなこれな。いや割とね腕筋肉ある方だったんですけどね、その上からこの脂肪が乗っかることによってこのムチムチですよね。しっかりこのおじさんのおっさんの腕になってますね。マジで鍛えよう。本当はねこれ例年なんですけども、毎年夏前ね、だいたいこう5月ぐらい5月6月ぐらいからですね、これはもう夏に向けて今年こそ鍛えようということになるんですよ。いつもね気持ちの中ではね。で今年こそプールに行って水着になっても恥ずかしくないような体を作り上げよう、毎回そう思うんです。結局毎回何もしないんです。そして今年の夏も何もせず終わりました。その結果がこの二の腕のむちりを、これだからねもう今から始めようと思います。今から徐々に始めて来年の夏にはこのしっかりと恥ずかしくないような、プールに入っても恥ずかしくないようなボディを作り上げようと。一回ね昔あれ8年ぐらい前かな、今夜比べてみましたっていう番組で肉体改造みたいなしてがっつりやったんですけれども、もうずいぶん前なんでね体も戻ってしまいました。今年こそもう時間がごちそうさまでした。ありがとうございました。